あんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。箱エビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。箱エビ。っていうことでね、珍しいエビ入りました。多分僕のチャンネルで初めて登場するエビです。それに僕もこのエビは食べたことはありません。2匹買ったんですよ。ちょっと手袋つけますね。もうエビ系はね、暴れると手怪我しますんでね。手袋は必須ですね。さあ、出ておいで。あれ？さっきまでお前すごい威勢が良かったのに、今はだんまりかい？これが箱エビっていうエビですね。これなんで箱エビっていうかというと、この頭の部分、ここですね。ここが箱型になってるから箱エビっていうらしいですよ。お、鳴いた。今聞きました？これが箱エビの鳴き声です。ギギギっていう。どっからあんな音が出てるんだろう。で、このエビがね、別名泥エビとか沼エビとも呼ぶみたいですね。刺し網漁とかで取れるんですけど、味はね、伊勢エビと比べてちょっと水っぽいので、伊勢エビよりは値段は安いみたいですね。で、市場に入ることは本当稀なエビなんですよ。僕も初めて見ましたからね。そしたら今日はこちらの箱エビを使って2品作っていきたいと思います。1品目、箱エビのテルミドール。結婚式とかでよく出てくる伊勢エビを半分に割ったあのお料理です。で、もう1品はまだ生きてますので、鮮度抜群ということで、お刺身にしたいと思います。初めて食べる魚介は、まずはお刺身から。で、ただのお刺身じゃなくて、で、身が水っぽいって書いてありましたんで、昆布で締めてみましょう。よし、そしたらさばいていきたいと思います。そしたらテルミドールはまず半分に割る必要がありますね。で、この長い角、どうしような、切ろうかな。おそらくこれ包丁でバンってやると刃が欠けちゃうぐらいの強度がありますね。なんで手で折ります。こうやってパキッと。あ、身が入ってますね、この中にも。ちょっともったいないかもしれないですけどね。オーブンに入んないんで、これは折っちゃいましょう。これで甲羅がめちゃめちゃ硬いんですよね。セミエビとかそんな感じの甲羅の硬さ。なので必ずこっち側じゃなくて裏側のここに刃がありますんで、刃から包丁を入れてザクッと。そうすると簡単に包丁入ります。問題はこっちの殻だな。お、意外と簡単に割れるな。はい、こんな感じ。ネットにはね、味噌が少なめって書いてありましたけど、意外と味噌入ってますよ。で、ここに背わたがありますんで、背わたは取っておきましょうね。これが背わた。このわたみたいな背わたが入ってましたね。やっぱこんだけ大きいと背わたも大きいですね。そしたら塩コショウを振って下味をつけておきましょう。で、お皿にペーパーを敷いて、で、これ裏側にしときましょうか。昆布締めと一緒のタイミングで食べたいんで、ちょっと冷蔵庫でお休みしとってもらわないかんでね。水気がどんどん落ちてくれると思いますんでね。これでひとまず冷蔵庫でお休み。意外と食べるとこが少なそうだな。すごいなくな。ではこちらもさばいていきます。こちらはお刺身用にまずはおろしていきます。いただきます。お刺身用の場合はここですね。ここの頭と尻尾の関節のところ。こことても柔らかいので、ここから包丁を入れます。ちょっと生きてると抵抗はあると思うんですけど、一思いにいきます。いただきます。で、こっち。で、両方入りました。そしたら、くるっと回して、身を取ります。で、こっち側は頭を割ります。これでお味噌汁用。で、こっちの身の方を剥いていきます。で、まずはこのヒレヒレをね、切っちゃった方が、分かりやすくさばけると思いますんで、このヒレヒレ切っちゃいましょう。はい、こういう感じですね。そしたらここに1本、2本切れ込みを入れていきます。で、ここに節があるんですけど、この節のところが硬いので、ここはしっかりと刃先を立てて、ガッと、ガッ、ガッ、ガッと。もうここの節のところ切っちゃえば、もうあとは膜なので簡単に切れますんでね。こんな感じですね。いきますよ。ここの節のところ。節のところをガッ、こうやって切っていきます。で、節が切れたら、あとは膜を切り落とすと。そし
したらあとは指でこうやってなぞって身を剥がしていきます。生きてるとね、身がくっついてるんで、とても剥きにくいですけどね、こうやって徐々にこうやって剥いていきます。こう指でこう、すくう感じですね。この殻のここをこうすくう感じ。はい、こんな感じ。そしたらここに背わたが見えますよね。この背わたは取ります。で、背わたを取ったら切り離すと。そしたら上の殻がこうやって外れました。で、こっちの下の殻も指で同じように剥いていきます。はい、こんな感じ。そしたらちょっと一回塩水で洗いましょうか。で、塩水で洗って汚れが取れたら水気をしっかり切ると。綺麗な身してます。ツヤッツヤ。昆布締めする前にこのプリプリの生きた状態の身を食べてみましょうか。醤油につけて。では、いただきます。めちゃくちゃうまいじゃないの。全然水っぽくないような気がしますけど、全然伊勢海老に負けてない。ただ伊勢海老以上にうまいかというと、そんなこともないな。そしたらこのエビに軽く塩を打ちます。 OK。 塩が打てたらラップ。そしたら水でちょっとふやかした昆布にすし酢をぬりぬりしましょう。ぬりぬりして、でそこに置くと。お酢でさらに締まるのと殺菌効果も相まっていいのかなというので、今日はお酢を塗ってみました。でこっち側の昆布にもぬりぬりして、で蓋をします。でラップで包みます。できるだけ密着させて、これで一晩寝かせたら箱エビの昆布締めの完成。では一晩経過しましたよ。昆布もしっかりと戻りましたね。でエビの水分もいい感じに抜けましたね。そしたらこうやって切れ込みを入れておきます。こうやって入れとくと食べるときにとても食べやすいと思いますんでね。よし、OK。そしたら昆布締めを開けてみましょうか。おお、うわ、いいね。さあ、昆布の旨味が映ってるかな。お、いいですね。ほら、わかります？このネバーってしてるのが昆布の旨味ですよ。いい感じに飴色になりましたね。そしたら盛り付けはシンプルですよ。もうザク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 と切って、で昆布の上にポンと置きます。はい、これで箱エビの昆布締めの完成。そしたらテルミドールのソースを作っていきましょう。ホワイトソースと呼ばれるやつです。フライパンにバター、そしたら弱火。小麦粉をバターと同じぐらいの量入れます。こんなもんですね。そしたら練り練りします。焦げないように丁寧に練っていきます。そしたらこういう感じに小麦粉とバターがペースト状になったら、ここに冷たい牛乳を加えます。で練り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 と、これでとろみが出るまで練っていきます。いい感じにとろみが出てきましたね。そしたらここに顆粒コンソメをちょこっと加えます。こんなもんですね。でブラックペッパーも少々で、それをさっとこうやって混ぜ合わせれば、はい、これでホワイトソースの完成。ちょっと固めかな。そしたらこの出来上がったホワイトソースをエビさんの上に乗せていきます。で薄く伸ばしていくと、尻尾の付け根までしっかりと、こんな感じですね。ホワイトソースを乗せて、で伸ばすと。そしたらこれをオーブンで焼いていきます。忘れてました、チーズをかけなきゃ。ホワイトソースの上にチーズをたっぷりかけていきます。こんな感じです。そしたら180度に予熱したオーブンでこんがりと焼いていきます。
とりあえず10分ぐらいでいいと思います。さあ、どんなもんでしょうか。お、いいぞ。おー、完璧じゃない。はい、こんな感じ。いいですね。そしたらチーズの表面をもうちょっと炙りましょう。そしたらこれを盛り付けて、そしたらパセリを添えて、レモンも切って添えたら、箱エビのテルミドールの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。うまそうだよ。じゃあまずはね、昆布締めからいただきましょうか。生のエビの昆布締めなんて珍しいですよね。じゃあさばきたてとどう違うのか。濃い口醤油につけて、いただきます。うわ、うんま。甘みが倍ぐらいになってますね。で、酢の匂いとかはしないですね。で、酢と昆布の効果か知らんけど、生のエビの生臭み消してくれてますね。うまい、これ。ちょっとごめんなさい、これ。3つ残しといていいですか？晩酌で食べたい。普通にめっちゃうまい、これ。ではこちら、テルミドールさんいただきたいと思います。別にめでてえことはねえけど作っちゃいました。なんならここに大きいイボができて、最悪な日だよ。余談なんですけど、このイボって、冷却するしかないんですかね？皮膚科行って冷却してもらったんですけど、半年ぐらいかかるよって言われたんですけど、もっと早く治す方法ないんですかね？知ってる方がいましたら教えてください。こんなとこにイボがあっちゃ俺は恥ずかしい。今はこの目の前のテルミドールに集中しよう。切れ込みを入れたところから持ち上げると。お、ちゃんと火が通ってる。で、チーズを乗っけて、こちら、いただきます。うまいなあ。やっぱホワイトソースとエビ合うわ。で、熱すると分かったんですけど、やっぱり伊勢エビのようなあの食感と、あの香りはないですね。ちょっとやっぱり水っぽいって言われる理由が分かりました。でも十分うまいよ。これを、うまい。はい、ということで今日はこちらの箱エビのテルミドールときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！健康なやつ。どうですか？この銀色のやつが来ると見せかけといて、野菜ジュース出てきちゃうやつ。最近野菜が足りてなくてね、こんなドリンクでそれが補填できるのか知らんけど。はい、こちら、いただきます。うめえ！めちゃくちゃ美味しいじゃん。フルーツジュースです、ただの。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は珍しい箱エビっていう伊勢エビのような見た目をしたエビをさばいて、昆布締めとテルミドールを作ってみましたけども、どちらも絶品でした。僕個人的にはね、昆布締めがむちゃくちゃうまかった。あれ普通に伊勢エビとか生で食べるんじゃなくて、一回昆布挟んだ方が美味しいと思う。食感も全然クタクタになってなくて、本当にエビの旨味が抜けて昆布の旨味が移るって感じですね。で、箱エビはね、生で食べた方が美味しいのかなと思いましたね。新鮮だったらぜひお刺身でいってほしいなっていうエビでした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。